この動画は真っ黒になったエンジンをきれいに再生しようとする男の挑戦記録第4話である。新車からずっと上ハイオークのシェル V パワーを入れてきたこの車、7年7万キロ走ったにもかかわらず比較的きれいに維持されていた。間もなくして V パワーが販売終了したので、やむなくアポロステーションのハイオークを入れていたわけだが、5000キロぐらい走ったところで気になってシリンダー内を覗いてみたところ、なんと真っ黒になっていたのであった。そこでコスパ最強の燃料添加剤 FCR062 を3回注入して再びきれいになるか検証するのであったが、幾分かはきれいになるが、なぜか何回やっても完全に金属面が出ないのであった。原因は車側でも燃料添加剤でもなさそうであったので、おのずとガソリンに対し疑惑の目が向くようになったのであった。真っ黒になった時に使用していたのがアポロステーションのハイオークであり、燃料添加剤の検証時も継続して使用していたからである。となればハイオークをアポロからエネオスに変えたら結果は改善するのか、それともハイオークなんてどこも変わらないのか、検証するのであった。エネオスの猛威、コスモもアポロもって言うんだ。茶番はさておき、今回の動画はアポロステーションのハイオークがどうも怪しいので、エネオスに変えてみたら変わるのか確認してみました。そもそもなぜエネオスなのか、それはエピソード0で各社のハイオークの商品説明ページを調べてみたら、なんと清浄剤が入っているという記載があったのはエネオスとコストコだけということが発覚したのであった。そう、しっかり明記してある方と明記されていない方のどっちを選ぶのかという話ですね。2020年のハイオークバーター事件で世間から叩かれて、各社記載を訂正した後でもこの記載があるんだから、さすがに嘘ではないかと。添加剤3回だけでアポロを判断するのは早いんじゃない。優しいですわね、このチャンネルは。ということで、あと2回アポロで給油して添加剤を入れてみました。泣きの1回どころか2回ですからね。リアル野球版だとありえないですね。添加剤4回目。いつものように FCR062 を添加して走って、そしてシリンダーの中を覗いてみると、ちょっと綺麗になったりはしたけれど微妙ですわ。添加剤5回目はというと、今度は逆にちょっと汚くなったりと、完全に金属面が出ることはなく、これぐらいの汚れレベルを行ったり来たりという感じ。つまり現状ではこれが限界ということでしょう。アポロさん、もうええでしょう。アポロの限界が分かったところで、いよいよエネオスに変えてみます。引き続き6回目となる添加剤を入れてみて、アポロ以上に綺麗になるのか、それともアポロと変わらないのか、見ていこうと思います。添加剤6回目も注入済みですわよ。高速道路と一般道の両方を走って消耗しました。どちらかというと都内の一般道を多く走ったのでシビアな状況ではある。ところで走ってみた感想は、ちょっと違うかも。ありのまま今起こったことを話すぜ。俺はハイオクなんてどこで入れても同じだと思っていたらいつの間にか気に入っていた。なあ、何を言ってるのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかった。催眠術だとか超スピードだとか、そんなチャチなもんじゃ断じてねえ。もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ。は？要するに何が言いたかったかというと、心なしかエンジンの振動が少なくなったかも。回転がスムーズというか、以前は少しカラカラと言っていたノッキング音が静かになったように感じる。同乗者からこれディーゼルと聞かれたこともあったが、これなら言われないでしょうというレベル。鈍感な人ならわからないレベルだけど、
肝心のエンジンの中はどうなっているのか。ここまで FCR062 を5回注入してきたわけだが、今回が一番感触が良かった。トルク感、吹き上がり、絶好調な感じがするのは気のせいかもしれないけど。ではまずはプラグの状態確認から。今までと変わらずややすすっぽいけど変な消耗とかはない。実は4回目5回目でそこそこ汚れたので、今回の6回目はあまり大差はない。まあこんなもんでしょう。では内視鏡でシリンダーの中を覗いてみましょう。何これ。かなり綺麗になったんじゃないでしょうか。真ん中はまだ黒い箇所が残っているけど、だいぶ小さくはなった感じ。しかも溶けてるっぽいので、このまま時間が経てば消えそうではある。これが点火5回目のアポロハイオークの時、そして6回目のエネオスハイオークの時。アポロ、エネオス、今までやった6回のうち最も綺麗な状態になってるのは間違いない。エンジンヘッド側も見てみる。結構溶け始めているように見えますね。これが点火5回目のアポロハイオークの時、そして6回目のエネオスハイオークの時。アポロ、エネオス、溶けて地金が見えてきていますね。ヘッド側も6回のうち最も綺麗になってますわよ。推測だけどエネオスの方がアポロの時より汚れの付着が少ないからではと思ってる。もしそうであれば添加剤は中断してエネオスだけで走れば答えが出るはずである。綺麗になればエネオスはアポロより優れているということ。汚くなればエネオスはアポロより劣っているということ。そしてアポロと同じような汚れ方になればハイオークに差なんかなかったということ。ということで燃料添加剤なし、ハイオークのみのガチンコ勝負といきましょう。そして時代は流れる。結構走りましたよ。シェルブイパワー終了後はアポロで 5000km ほど走ったんだから、今回もエネオスだけで 5000km 走らないと公平じゃないですからね。アポロで 5000km 走った後、エネオスで 5000km 走った後の状態を比較するんやで。もちろんエネオスでも都内一般道をいっぱい走ってるのでシビアな状況には違いないです。走行条件としてはほぼ同じということです。まずはいつも通りプラグの状態から見ていきましょう。すっぽさはだいぶ改善されたような気がしますね。これが燃料添加剤5回目でアポロ利用時。すっぽさがなくなったのは燃料添加剤をやめた影響もあるでしょう。それでは内視鏡でシリンダー内を見ていきましょう。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。まず真ん中にあった黒いデポジの塊が消えている。そして真ん中が全て金属面が見えている状態を維持している。前回の添加剤6回目でエネオス使用時との比較はこちら。べちゃべちゃのデポジが消えてドライになってますね。そして一番驚いたのは 5000km 走ってもキカキカだったということ。だってアポロで 5000km 走ったらこんな真っ黒になったんですからね。アポロ使用前がこれだったのが、アポロに変わってから 5000km 走ったら真っ黒になってたわけで、エネオスのみで走行する前のこれが走行後はこうなったんだから、差は歴然ですね。比較すると
エネオスは綺麗な状態を維持できているけど、アポロは真っ黒になっていることがよくわかる。つまり当チャンネルの個人的見解は、ハイオークの質は銘柄で差があるということと、エネオスはアポロより汚れにくかったということ。これは Y が検証した結果なので、サンプルの一つとして参考にしていただきたいが、こういう結果が出たのは紛れもない事実なんだよね。そう、信じるか信じないかはあなた次第です。ちなみに Y は正常剤の記載がちゃんとあったエネオスは綺麗な状態が維持された一方、記載がなかったアポロは汚くなったので、記載内容と検証結果は合致していると思っている。ちゃんと書いている方と書いてない方、どちらを選ぶかはもう分かりますよね。 Y もハイオークはどこも一緒という世間の風潮からしたら違和感がある結果だった。でも過去の経験に固執する人を世間は老害と言います。自分が絶対正しいとも思わんし、シンプルに気になったので元売りに聞いてみた。質問1、ハイオークに正常剤は入っていますか？入っているならどの段階で入っていますか？これは店によってばらつきがあったら困るので、製造段階で入っていてほしいものですね。エネオス、正常剤は入っているます。製油所から出荷する時点で添加しています。アポロ、正常剤は製造段階で添加しています。商品規格については非公開です。製造段階で入っているみたいでよかったですね。各社で汚れ方に差が出たということは、正常剤の質は違うということでしょうか。質問に、ハイオーク正常剤は独自のものですか？これは銘柄で品質に差があるものなのか確認しておきたかった。エネオス、正常剤は各社のノウハウで公表されておりませんので、他社と違うと言えるかどうかのお答えはできません。アポロ、他社の情報を把握しておりませんので、比較についてお答えいたしかねます。また、当社では他の元売り会社との物流提携を行っていますが、必ず当社が定める商品規格を満たしていることを確認の上出荷しています。はい、ここで注目したいのは、各社のノウハウだったり他社の情報という言い方。各社でノウハウがあって差があるということかと。もし各社で差がないのであれば、各社一定の基準でとか業界統一基準でのような言い方になるはずでしょう。あと妙に気になったのは、アポロのバーターは当社が定める商品規格を満たしていることを確認してとあるけど、規格って億単価ぐらいは調べても正常剤は各社違うので無理でしょうね。それからここでもエネオスはバーター取引のことを触れてこないので、ほぼほぼ自社製造で賄っているのではないかと推察してしまうのであった。じゃないとホームページでエンジンをクリーンに保ちとか言い切ることはできないんじゃないかと。そもそも当時の報道でもバーター取引することがあると言っているだけで、全部混ぜてるとまでは言っていないのですよね。それにしても2社とも同じような答えですね。ハイオークの品質のことを聞かれたらこう答えろみたいな、事前に示し合わせたかのような一致ぶり、妙だな。カルテルでもあるんかと心配になってまうわ。いずれにしろこんな Y の質問に答えていただきありがとうございました。一個人ができる限りで一通りの材料が揃ったわけだが、じゃあ結局どう対処すればいいのかと Y の個人的な方針を Q&A 形式でまとめてみました。ハイオークはどのブランドを入れますか？エネオスにします。先ほどの結果から汚れにくさとエンジンのスムーズさからベストかなと。コストコも気になるけど会費がかかるし、東京にはスタンド併設がないので無理なんですよね。エネオス、アポロ、コストコ以外のブランドはどうなの？知らん。サイトに正常剤が入っていると記載があったのはエネオスとコストコだけ。それ以外はアポロと同じく何も記載がないので、おそらくアポロと大差がないのではと予想してる。いつ
つもエネオスを入れておけば大丈夫なのかな。 Y はそこまでは信用していない。給油した時がたまたまバーターした廃屋なら外れを引くわけだから、外れが多そうなところは避けたいですね。例えばエネオスの製油所から遠い田舎や内陸地など輸送コストのかかるところは安い他社から仕入れているかもしれない。製油所から近い都市部は安心かな。そうとも限らないかも。というのもエネオスで何回か入れたけど一度違和感を感じた時があった。それはガソリン補助金が出た直後に入れた時、おそらく瞬間的に需要が跳ね上がったので他社からも仕入れてたのではと思ってる。そう考えると需給が逼迫する時は危なそうである。ゴールデンウィークやお盆などの大型連休とかも混ざってる可能性は高そうである。もしガチャを引くのが嫌ならばタンクが空になってから入れるのではタンク内全部が外れになってしまうので、半分になったら継ぎ足しという感じで入れていけば質の平準化はできそうである。名付けてうなぎ屋の戦前からタレを継ぎ足してますの術。ところでレギュラーはどうなの？知らん。レギュラーはもともと正常剤が入ってないから大差ないんちゃいまっか。アポロの時にエンジンが汚かったのは車側の問題だったのでは。ほな、もっと走行距離が伸びた時に検証したエネオスの方がなんで綺麗になるのですか。質問を質問で返すな。つまりはそういうことやね。逆だったらわかるけど。廃屋はどこで入れても一緒という風潮がかなりあるけど、ネットの情報を鵜呑みにしてはいけない。これ基本ですね。自分が絶対正しいとも思わないので各自で判断してください。そう、信じるか信じないかはあなた次第です。ただ Y は自分の車で明確な結果を目にしたので自分を信じますけどね。一緒と言ってる人で客観的な証拠を持ってる人を Y はあまり見たことがない。大体は人から聞いたとかそういうものだからとか、自分で実際に確かめた方はぜひ教えてほしいです。この動画作成の2025年7月現在、ハイオークバーター事件発覚からちょうど5年。Y のようなこと言っている人は未だ皆無。自動説かな。自動車評論家とかも言っている人を見かけない。ということはパンドラの箱を開けちゃったんだよね。もし Y のようにハイオークは各社で違うと言ってる方が正しかったなら、それは自動車評論家がお笑い芸人になる瞬間じゃないかな。だって市場レビューでフィーリングが最高とか小気味いいとか言うたびにハイオークの違いもわからんのにどの口が言うとんねんというツッコミが入るからである。そういう世界線もちょっと見てみたいけどね。逆にどこのハイオークも全く同じだったとしたら Y が鈍感だったということで、 Y が小気味いいとか言ってたら盛大なツッコミをお待ちしております。どうでもいいけど小気味いいというワード使うの小気持ち悪いの Y だけ。いずれにせよこの動画がきっかけに謎が解明されればいいですけどね。元売りの方お待ちしております。余談はさておき、今後入れるハイオークガソリンが決まったのはいいけど、まだ完全に綺麗になってない Y のエンジンどうしようか。中央部分はかなり綺麗だけど外側がまだ汚いのは気になる。直噴エンジンだから燃料のかからない外側を添加剤だけで綺麗にするのは難しい。これは近い将来エンジンリフレッシュ的なものを試してみようと思ってる。それからエネオスのハイオークをずっと使い続けたらどうなるか経過観察もしていこうと思う。本当に綺麗なまま維持され続けるのか、エネオスという選択は本当に間違っていなかったのだろうか。続きが気になる方はチャンネル登録してお待ちください。エピソード5もお楽しみに。